はい、こんにちは。道にあるちょっと古いもののパパゲンです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、君津市道小坂井ノ原線という道を紹介したいと思います。この小坂井ノ原線なんですけど、途中に3本の素彫りのトンネルがあるんですよね。ただ道自体はもう半分廃道っていう風な感じなんですよ。しかも去年の秋の台風でさらに状態が悪化したらしいんですよね。その話聞いてからだいぶ心配してたんですけどね、その後の様子を見に行くことがね、まだできないでいるんですよ。まあ、近々頑張っていこうとは思ってるんですけどね。で、その時動画も撮って、当然皆様に紹介するつもりなんですけど、まあ、それに先立ちまして、まずは以前の様子、こんな様子だったんだよっていうのを紹介しようかなと思いまして、今回動画作ることにしました。トンネルの動画はすでに発表済みなんですけど、今回はそれに前後の様子、静止画を含めまして再編集しましたので、一本の道として楽しめるようになっているかなと思います。ということで、よかったら最後までお付き合いくださいませ。ということで、どうぞ。ではまず地図で確認してみましょう。これはおなじみ地理院地図、国土地理院の25000分の1の地形図です。小坂井ノ原線の正確な指定区間は不明ですが、今回は赤線の部分を紹介します。冒頭でも述べたように、この道には3本の素彫りのトンネルがありますが、この地形図には記載されていません。5万分の1地形図の9番や他のネット地図には載っている場合がありますが、3本のトンネルを正確に記載したものはないと思います。実際のトンネルの場所はこちら。東側から順に飛びかけ隧道、前城隧道、もみき圧隧道という名称です。さて、東側の矢印の場所からスタートしましょう。神社があります。この神社の先で舗装が途切れます。ここはおそらく人工的な築堤でしょうね。道はこのまま山の中に入っていきます。ダブトラがありますので、おそらく山仕事の軽トラなどが出入りしていたのでしょう。実際にここに車で入ったことがあるという知人もいます。僕はちょっと遠慮したいですけどね。古道のような雰囲気が漂う道ですが、この区間は意外と新しい道だと思います。というのも、明治39年発行の地形図にはこの道の記載はありません。この南にもう一本廃道化した旧道があるのですが、そちらが記載されているのみです。3本目のもみき圧隧道の先でその旧道と合流します。そこから先は正真正銘の古道、おそらく江戸道です。さて、小さな切通しが現れましたが、この先に1本目の飛びかけ隧道があります。動画はこの切通しからスタートします。これは2016年の8月に撮影したものです。セミの鳴き声が盛大に聞こえますね。今から思えば真夏の暑い盛りによくこんなところに行ったものです。切通しを抜けるとすぐにトンネルが現れます。右手に見える自転車は当時僕が探索用に使っていた自転車です。ロードバイク風ですが、実はなんちゃってロードバイクです。ただアルミフレームで車重が10キロちょっと、前後のタイヤも簡単に脱着できるので結構便利に使っていました。飲み物を2本用意していますが、真夏の探索ではとても2本では足りません。多分3本目がリュックに入っていたと思います。さて、この飛びかけ隧道、資料によれば延長は22メートル、完成時期は不明ということになっています。正方形に近い断面が特徴的ですね。かといって大網白里市にある伊佐子田隧道のようなカチカチの四角ではないところが、いかにも実用性重視という感じで好ましいと思います。ただ反対側の高校は少し形が歪んでいます。崩落によるものなのか最初からこうなのかはわかりません。ただここに車で入った知人が屋根の上に石が落ちてきたと言っていました。ということでごく稀に落石があるのかもしれないので注意が必要かもしれません。それから今回の3本のトンネルの名称や路線名ですが長いこと不明でした。しかしある時偶然トンネル点検結果という題のついた資料が国土交通省のサーバーにアップロードされているのを見つけました。このような道ですが行政はしっかりとチェックしているのですね。さて、ここでナレーションは一旦一休みさせていただきます。
飛びかけ隧道を後にして次の前城隧道に向かいます。前城隧道までは2、300メートルといったところでしょうか。途中比較的大きめの切り通しがあります。実は地図によってはこの付近に3本のトンネルが描かれているものもあります。ひょっとしたらこの切り通しはもともとはトンネルだったのかもしれません。何しろ最後のもみ気圧隧道がうがたれている尾根はここよりも低くかつ細いです。切り通しを過ぎるといよいよ前城隧道の登場です。さて、この緩やかなカーブの先にトンネルがあります。2本目の前城隧道は延長36メートルで、今回の3本のトンネルの中では最長のものです。36メートルで最長というのも房総らしいですね。ところで以前から房総の素掘りトンネルにはいくつかの流派があるのではないかという説を勝手に提唱しているのですが、このトンネルを見てもらえれば同意していただけるかもしれません。この前城隧道、先ほどの飛びかけ隧道と断面の形状がかなり違います。飛びかけ隧道は四角形に近い断面でしたよね。それに対してこの前城隧道の断面は半円です。奥に見える反対側の高校のシルエットを見てもらえればよくわかると思います。最長のトンネルだけあって内部は真っ暗ですね。そしてコウモリさんが住んでいます。他のトンネルは明るすぎてコウモリさんのお気に召さないようです。ところでコウモリさんってどこからやってくるんでしょうね。さて、またナレーションは一休みさせてください。さて、トンネルを抜けてきました。なんとここで急に道が細くなります。幅員 0.5 メートルというところでしょうか。しかし数メートル先で道幅は元に戻ります。おそらく路肩が崩壊してそのままになっているのでしょう。四輪車は絶対無理。いや、片輪走行できる方はここで技を発揮することができますので、よかったら挑戦してみてはいかがでしょうか。もちろんどういう結果になろうとも僕は一切の責任は取りませんからね。ここから次のもみ気圧隧道までは少し距離があります。7、800メートルといったところでしょうか。なんだかんだ言っても前城隧道まではギリギリ車道と言える道でしたが、ここから先はしばしば怪しい箇所が現れます。
ただ広いところは2メートル以上の幅員が確保されていますので、もともとはちゃんとした車道規格の道だったことはほぼ間違いないとは思います。場所によっては本当にご機嫌な道路風景を見ることができます。さて、しばらく進むとのり面に穴が開いているエリアが現れます。おそらく炭焼き窯の跡だと思います。しかし中にはちょっと炭焼き窯には見えないような穴もあります。それから落書き、2006とか2008とか書いてありますね。意外と最近のことだなという気がします。でもどうやって来たんでしょうね。オフロードバイク乗りはこんなところでいちいちバイクを止めて落書きなどしないでしょうから、原チャリに乗ったヤンキーのお兄ちゃんといったイメージなのですが、原チャリではここには来られません。この穴は明らかに炭焼き窯の跡ですね。まだあります。しかし、こういう道路脇の窯って所有権はどうなっているのでしょうか。そもそも道端でこんなことができるということは、この当時すでにここが往来の道としての役割を終えつつあったということを意味しているのでしょう。さて、いよいよ3本目のトンネルが近づいてきました。尾根に向けてまっすぐ道が伸びていますね。道がシングルトラックですね。そしてかなりデコボコしています。おそらく過去の災害で大規模な被害を受けたのでしょう。さて、トンネルが姿を現しました。3本目のもみ気圧隧道です。このトンネルは延長8メートルとのことです。短いトンネルが多い房総ですが、8メートルというのは特に短い方だと思います。短いだけでなく土かぶりも少ないです。先ほどの飛びかけ隧道と前城隧道の間にある切通しよりはるかに低い尾根です。普通なら切り通しにしそうなものですが、トンネルを掘るというところはこれまた房総ならではですね。ここものり面に炭焼き窯の跡があります。ただの窯の跡だとは思いつつも、ついついチェックしてしまいます。ところで、この路線名の小坂井ノ原線ですが、名前の通り君津市の小坂地区と井ノ原地区、正確には東野原とを結んでいます。両地区は位置的には隣り合っているのですが、直接行き来できる道はこの道だけです。両地区をちゃんとした車道で行き来しようとすると、この道のおそらく5倍以上の距離を走らなければなりません。車なら10分か15分程度で行き来できる距離なので、車社会の君津山間部ではあまり支障がないのかもしれませんが、このような状態の道でも指導に指定され続け、トンネルの点検が行われているというのは、このような道路事情があるからかもしれません。あくまで推測というか想像ですけどね。ということで、またまたナレーションは一休みです。さて、いよいよ最終区間です。もみ気圧隧道を過ぎて100メートルぐらい進みますと、にわかに周囲の様子が変わってきます。そして T 字路にぶつかります。先ほど言いました旧道、おそらく江戸道です。ここを右に進みます。ちなみにマピオンによれば、T 字路までが君津市大阪、そしてここから先が東野原になるようです。地名が変わっただけなのに道の雰囲気まで変わりました。そしてこちらの方が古い道のはずなのになぜか普通の山の中の道のようになってしまいましたね。ですがこの先にもう一ついいものがあります。この写真の中にありますがわかるでしょうか。道標です。彫られているのはお地蔵さんでしょうか。ということはお地蔵さん兼用なのでしょうか。思いっきりいい加減なことを言ってますが、道標はかなり古いもののようです。で、書かれている文字ですが、右は久能府山と読めます。鹿野山のことでしょうか。左はさなんとかよくわかりません。
これもよくわかりません。これは右は明らかにくるりですね。左はウォーターキでしょうか。大滝のことですかね。そしてこれは建立された時期でしょうか。文政と刻まれています。化政文化の文政、19世紀の初めですね。この道が江戸道ではないかと推測したのはこれがあるからです。さて、同票過ぎますと残りはもうわずかです。T 字路からずっと平穏な道が続いていたので、このまま無事終了かと思っていたのですが、ここへ来て急に道が荒れ出します。と言っても通行困難なものではないのですけどね。そして最後の大きな切り通し、これを抜けると久しぶりの舗装が現れます。そのまま降りていくと三角コーン。これは無論立ち入り禁止という意味ではなく、間違って車が進入することがないようにするための措置でしょうね。抜けた先はゴルフ場の入り口となっています。お疲れ様でした。ということで今回の動画は以上になります。いかがだったでしょうかね。なるべく早く撮りに行きたいと思ってるんですけどね、せかさないでお待ちくださいませ。この動画まあまあだと思ったら高評価、クソだと思ったらこれ、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで今回もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。